はい、セリカさんです。今回はハイグレードクロスボーンガンダム XO フルクロスを制作していきます。このガンプラにガイアノーツから新しく販売されたピアノブラックを下地にしてプレミアムミラークロームを塗装したらどうなるのか実験していきます。それでは作っていきましょう。早速ピアノブラックを使った実験をしていきます。この塗料はクリアを多めにした高光沢のブラックで希釈済みなのでそのままエアブラシで使うことを推奨しています。またプレミアムミラークロームの下地としても良いと公式ホームページにも書いてあったので気になって実験してみました。実験はシルバーとホワイトのランナーのタグをテストピースにしました。このテストピースにピアノブラックを塗装してその上からプレミアムミラークロームを塗装します。塗装する時の注意点としてはパーツとエアブラシの間に距離があるとパーツに塗料がつくまでに塗料が乾燥して艶消しっぽくなるのでいつも以上に塗装距離などに気を使った方がいいです。口頭だと分かりにくいと思うので大げさですが普通に塗装した時と塗装距離を大きく離した時でやってみました。それぞれ比較してみます。適切な塗装をした方は艶があり光沢らしい見た目ですが塗装距離を離した方は全く逆の艶消しのような見た目になっています。光沢の塗料でも艶消しにできる方法ですがこの後プレミアムミラークロームを塗装するので今回の塗装目的には合わないです。次にプレミアムミラークロームをテストピースに塗装していきます。これは綺麗にピアノブラックが塗装できたテストピースを使用しています。この塗装の気をつける点はさっきと同じです。それでは結果を見てみましょう。まずはホワイトのテストピースからです。左から未塗装のパーツプレミアムミラークロームのみピアノブラックとプレミアムミラークロームの順番になっています。テロップが邪魔で消すので順番を覚えておいてください。ピアノブラックを塗装した方が少し暗めになって渋い見た目になったような印象です。重厚感が欲しいならピアノブラックを使ってみるのもいいと思います。次にシルバーのテストピースを確認します。こちらも似たような見た目になりました。ピアノブラックが隠蔽力があるので元のパーツの色の影響は受けないと思います。それよりもピアノブラックを塗装したことでパーツの細かい傷が埋まっています。そのおかげでプレミアムミラークロームだけだと隠せない傷も見えなくなっています。塗装前のコンパウンド作業が面倒な人はピアノブラックを使うと楽かもしれません。実験が終わったので塗装前に仮組みを確認してみましょう。主にシルバーを基本とした見た目で細かいところにホワイト、レッド、イエロー、ライトグレーのパーツがあります。細かい箇所に足りない色がありますがそこはシールで補います。シルバーのパーツは全部同じ色なのでフルクロスと本体とで違いはないです。あとレッドのパーツはメタリック風で結構いい色をしています。フルクロスは取り外せるので普通の XO にすることもできます。肩のパーツを取り付けるのを忘れていますがそのパーツもランナーに付属しています。フルクロス仕様のガンプラを購入してこの形態で飾る人は少ないと思いますが色々な選択肢があるのはいいことだと思います。仮組みの確認が終わったので分解して塗装していきます。今回は最初に全てのパーツをピアノブラックで塗装してその上からそれぞれの色の塗料を塗装していきます。実験の時にも解説しましたが艶消しみたいにならないように気をつけながら塗装します。ただ小さいパーツなら割と綺麗に塗装するのは簡単ですがフルクロスみたいに範囲が広いパーツだと難しかったです。後で見せますがフルクロスのパーツは結構ミスが出ました。ピアノブラックの塗装後はプレミアムミラークロームで塗装しました。このパーツはピアノブラックの塗装に失敗して艶消しっぽい部分もあったのですがあえてこのまま塗装しました。再塗装が面倒ってのもありますがこのまま塗装したらどんな見た目になるのか気になったのでやってみました。塗装後のパーツを撮影し忘れたので部分塗装の項目でお見せします。 XO 本体にはそれぞれの色に合ったメタリック系塗料を塗装しました。まず本体のシルバー部分はブライトシルバーで塗装しました。フルクロスのパーツと違って普通の見た目のシルバーを使うことでフルクロスがより目立つかと思ったのであえてこのようにしました。ちなみにブライトシルバーでもさっきと同じ実験をやってみました。テストピースの並び順はさっきと同じです。こっちはプレミアムミラークロームの時より差がないように見えます。今みたいに比較したらピアノブラックを塗装した方が少し暗い感じはしますがすごい違いが出るわけでもないです。ただ細かい傷は消えているのでその点では綺麗な見た目になっています。ホワイトのパーツはブライトシルバーの上からクリアホワイトを塗装しました。シルバーの上からクリアホワイトを塗装するとほとんど違いがわからないので何回も重ね塗りをする必要があります。好みの色まで重ね塗りをするので作業は面倒ですが見た目の調整をできる点はメリットです。比較すると違いが分かりやすいです。この塗装方法なら普通のホワイトよりメタリック感は出るのでいろいろなシルバーの上から塗装してみるとそれぞれ違いが出て面白いと思います。他にも塗装していますが大きな塗装はこんな感じでやりました。次に部分塗装をしていきます。部分塗装する前に軽く実験していきます。プレミアムミラークロームの上からエナメル塗料を塗装してそれを剥がすとどうなるのか確認します。今回は見えやすいようにエナメルのブラックを使いました。塗装が乾燥したら綿棒にエナメルの薄め液を
含ませてこすっていきます。なるべく優しく下地に影響しないように作業しました。爪楊枝で厚めに塗装したので少し面倒でしたが、それなりに塗料を落としました。結果ですが、綿棒との摩擦のせいか、下地のプレミアムミラークロームも一緒に剥がれてしまいました。エナメルの薄め液の中にテストピースを入れたらまた違うかもしれませんが、本当の作業でそんなことしないと思うのでやりませんでした。なのでプレミアムミラークロームの上に塗装する場合はなるべくミスをしないで塗装する必要があります。さっきの実験結果を参考にフルクロスのパーツを部分塗装していきます。最初にフルクロスのパーツの中央付近のレッドのラインはシールを使用します。ただこのままだとシールっぽさがあるのでメタリックレッドを上から塗装しました。細いシールなので筆で簡単に塗装してから乾燥させます。乾燥したらシールを貼っていきます。このシールを貼る位置は塗装をミスすると修正が難しいのでシールで確実に作業しました。さっきのエナメルの実験をしてなかったら普通に塗装していたと思います。器用な人は上手にできるかもしれませんが、自分には無理そうだったのでこの方法にしました。ついでにフルクロスの見た目の話ですが、下地のピアノブラックの塗装が下手だったのでザラついた見た目になってしまいました。ちゃんとした結果は実験の時に確認できているので、これは失敗例として残しておきました。それにこれはこれで面白い見た目とも思えたのでこのまま作業しました。作業の順番は前後しますが、フルクロスのバーニア部分はエナメルのブラックとチタンゴールドで塗装しました。この部分はパーツの端なのでミスしても影響なさそうだったので筆で塗装しました。最初にブラックで中央部分を塗装していきます。はみ出たブラックは後で塗装するゴールドで塗りつぶせるので、とりあえず濃くなるように塗装します。ブラックが乾燥したらチタンゴールドを塗装します。この作業は慎重にやっていきます。塗装部分は境界線があるので分かりやすいですが、手が全て全然違うところを塗装すると全ての塗装をやり直しになるのでかなり緊張して作業しました。さっきの映像と同じですが、このようにして部分塗装していきました。他にも細かい部分塗装をしていますが、同じようなやり方なので解説は省きます。塗装が終わったらある程度組み立ててからトップコートをしていきます。ただプレミアムミラークロームはトップコート必須衣装なのでフルクロスのパーツはやりませんでした。あとピアノブラックのままのパーツもあるのですが、それらもやりませんでした。せっかくなのでそのままピアノブラックの見本として残しておきたかったからです。トップコートが乾燥したら組み立てて完成です。フルクロスのパーツは表面を触らないように組み立てないといけないので地味に難しかったです。それでは完成品を見てみましょう。フルクロスユニットと本体とで違うシルバー塗料を使いましたが、フルクロスが大きくてそっちが特に目立っています。ピアノブラックの塗装が少し失敗したのでザラついた見た目になっていますが、それでもこれだけ特別な見た目になるのでプレミアムミラークロームは値段は高いけど本当に面白い塗料だと思います。クジャクはエフェクトパーツも付属しているので差し替えでバスターモードに変更できます。見た目もかなり大きくなるので迫力があります。バタフライバスター B にもエフェクトパーツがあり、そちらも大きめなのでこっちの方がより迫力が増します。余談ですがエフェクトパーツで武器が大きくなるのでフルクロスに干渉しやすくなります。塗装が剥がれないように気を使いながらポージングしていたので微妙に疲れました。武器は他にも村正バスターやピーコックスマッシャーなども付属しています。武器がたくさんあるので色々と持たせて遊ぶことができます。最後にクジャクとピーコックスマッシャーを構えたポージングを見ながらこの動画を終わりにします。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではガンプラで色々な実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画を見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。